今日の奇跡ということで、今回はですね、私に起こった、奇跡をですねお話ししたいと思います。私が就職活動をしていた時のことなんですけれども、その当時はですね、今もそうかもしれませんが、就職難というふうに非常に言われていた時代だったんですね。でそんな中で実は私は大学を1年生でちょっと大学合わずに中退してしまったという経緯がありまして、その大学を卒業しなかったということもあって非常に中途半端な形で就職活動に突入しました。ですから周りからは絶対就職できないって、そんなふうに友達からね言われていた、そんなことをですね今も覚えてます。でそんな中で神様に祈っていったんですね。就職ができるように、就職ができるように。でそうやって真剣に祈っていった中で一つの面接が決まりました。でそれは広報出版という分野で、印刷会社の面接だったんですね。でその面接の時に起こったこの奇跡なんですけれども、20人ぐらいの方が面接に応募してきていたようです。でその中で採用人数は2人、結果的には後で聞いたら4人合格していたんですけれども、その20人の中で4人ということの中だったんですね。そして、聞いたところ全員、私以外全員が、デザインの経験者、そしてデザイン学校卒、印刷会社経験者、もうそういったもうゴロゴロそういう経験者とか技術のある方々が集まった面接となりました。でそんな中で私はどうかというと、大学を1年で中退したというただの高校卒業ってことですよね。そういった条件で何も手に職もなく、何かデザインの勉強したわけでもなく、印刷の勉強をしたわけでもなく、その面接に突入しました。で私が面接に行って、そして部屋に入って、そして面接が始まったんですけれども、なんか不思議なことが起こったんですね。何かおじいちゃんが一人面接会場に入ってきて、どこどこ私の方に近づいてくるわけですよ。そして何をするのかなと思ったら、私のところで立ち止まってですね、君ちょっと手を見せてくれないかって、そして手をねパッと見せたわけなんですね。そうしたところそのおじいちゃんが言うんですよね。なんか器用そうな手をしてるねって。合格って、そんなことありますか？嘘だろうと思ったんですけれども、面接はそれで終わってですね、でもなんか合格って言われたなと思ってですね、それで家に帰ったわけです。で実際どうだったのかというと、合格してたんですよ。手を見せただけで、手が器用そうということだけで合格と。でですね、そのおじいちゃんは一体何だったんだろうと思ってですね、後で一緒に入社した方々に面接におじいちゃん来ましたって聞いたんですね。そしたら、いや来てないよそんな人って、普通にちゃんと面接したよって、そういう話だったんですね全員。ということは私の時だけそのおじいちゃんが来たことになるわけです。そして手を見て器用そうだから合格って。で後で知ったんですね、そのおじいちゃん社長さんだったんですよ。でですね、こんな面接あるのかな、こんな合格の仕方あるのかなって思ったんですけれども、まさに祈って神様に祈っていく中で、神様の助けの中で奇跡が起きて、奇跡的な就職の仕方を、面接の合格の仕方をしたことになったんですね。本当にこんなことありえないと思いますけれども、神様に祈る中でこんな体験を私はすることができました。今日の奇跡でした。